そうね、だいぶ前でしたね。私、中東のラッセルハイマという、海辺で瞑想してた時にね、やがて世界が、イスラエル、ユダヤと日本が、仲良くなった時にね、世界平和への一つの窓が開けますね、みたいなメッセージを受けたんですね。だから、マサさんのイザヤのアニメですか？あれずっと拝見してて、すごく興味を持って見せていただきましたよ。まああのまあ、悲惨な状態に世界があった中でエゴシステム分離の世界が初めて終えて分離、自我の終焉というか分離の終焉の世界を試みることができるかどうかっていうところに今あると思うんです。で、人類がまだ一度もやったことがない一体だと思ってなかった世界の中での今の現状だと自分は思っているんです。だから世界が初めて分離じゃない、勝ち負けじゃない、競争じゃない、喧嘩じゃない、比較じゃない、劣倒でも優越でもない一体の文明社会を迎えられるかどうかの瀬戸際じゃないかと、自分は思ってます。前から先生にもずっとお伝えしてきたことなんですけど、自分はそういう試みを世界の人たちが皆で一体をベースに今までの分離喧嘩や競争じゃない価値観で社会や文明を作っていけるようになったらいいって、その思いで日本に来たイザヤさんのアニメを作りました。しかもね、今この近所一帯で戦後70年以上全く戦争のない時代って、これも珍しいというか素晴らしい時ですよね。ですからいろんな意味でここから本当の平和、ワンワールドを目指してというような運動が始められたら素晴らしい時ですよね。世界がその競争とか比較とか戦いっていうのは素粒子的に今まで分子といって分かたれた子というふうに書くんですけど、日本語では分子の世界だったと思うんです。もう全部が分かたれて見えて、五感も目も分かれて見えますので、でも最先端の科学が、量子力学が一体であること、また想念の世界であること、意識の世界であることを発見して、ここ100年ぐらいになるんですが、その一体のことをベースに人類が文明や文化や社会や国を作ってきたことがなかった中で、唯一僕はイザヤさんはそういう国を作ろうとした試みたと見てるんですね。だから日本は暴力によって王が統一したんではなくて、やはりそういう神官っていうか、預言者である彼が日本を作ったから、本当にその協調性というか一体性はする国になるリーダーとなる必要があるのにもかかわらず、逆に分離文明の中に今染まっていると思うんです。それを脱皮できて、日本がイザヤさんが願っていた一体の和する国に、その世界のリーダー、そういうリーダーに、心の愛のリーダーに、競争のリーダーでなくて愛のリーダーに日本が返り咲けたら本当にいいなと思ってます。
まさにアニメの中でイザヤさんがね、東の国に大船団を組んで行くようにというようなこと言ってますよね。そして確かに私瀬戸内海のところからね、船がずっと入ってきて、札立神社っていうのが四国にあるんですよね。四国にかなり最初ね、そのユダヤの人たちは上陸して、山の尾根みたいなところ、普通人が住めるようなところじゃないのにね、そういうところにいっぱいうちができてるのね。で、私、太陽の会っていうのやってますから、その講演をして、その会員の中には、そういうところにお家がある人もいて、ね、招待されて、お家に行ってみたんですけど、日本だと、天井の脇というか、家族の先祖の写真を一枚一枚飾ってますよね、おじいさんとかおばあちゃんとか。お顔ずっと見たらね、やっぱりユダヤ人の顔なのね、みんな日本人でなんか不思議な、本当にここに大勢のユダヤ人がついたんだなっていう実感も持ちましたね。四国は一つそういうね、日本に大勢のユダヤの人たちが入ってきた入り口だったと思いますね。剣山もあることだし。今日は後ろには楽しん線の映画が出てます後ろに。まあやっぱり前も対談させていただいた時にも先生にお願いしたように、何しろ今今までの誰が悪いとか誰のせいだとかじゃなくて、やはり分離社会、分離の価値観で文明や社会が生まれてきた歴史ですから、やはりそういう宗教性というか精神性というか、そういう人たちしか一体性のことに関しては科学的に分かってたわけじゃないので、そういう精神性の高い人たちしか一体性に気づけなかったんだけども、今はその量子力学によって全てが実は何かの想念でできている。それは神の想念というのが一番分かりやすいことですが、創造の主体の想念で全てが万物ができている、森羅万象ができている、全部同じものでできていて一体なものでできているということが科学的に分かった100年なんです。だから人類は新しい、今までは分かたれてるから競争とか比較もいいんだ、ちょっとなんていうか切磋琢磨した方がいいんだという文明だったと思うんですね。でそういうところでちょっと殺してもいいか、やっつけてもいいか、盗んでもいいか、奪ってもいいか、支配してもいい、そういうのが正しいというような価値観だったんですけど、これ量子的にはおかしい。要は科学的にはもう今や一体の者同士が争う、体の中が戦い合う、心臓や肺が戦い合うというのがおかしいということのようにですね、新たな文明、人類が体験したことがない分離じゃない文明、分かたれは事実じゃないという価値観のもとにみんなが学んで、子どもたちも学べて、みんなが一体物だっていう気づきの中でですね、社会が生まれる時代が来てほしいなと。でそれをね、先生にもこの前回もお力添えをと、その中で一番それに目覚めやすいのはやはりイザヤさんの作ったこの大和というか日本がね、一番忘れることに長けてるから、目覚めることが可能だって思ってるんです。
まあそんなんで残りの人生をまあこういうのに費やしているんですけど、何卒先生もそういう新たな文明づくりにお力をお借りというか尽くしていただけたらと。まあそれに今の人類の魂の存在というのにね、すごくこう気がついてきて、まあ過去人間っていうのは魂がいろんなところに生まれて、いろんな国に生まれて、いろんなところに生まれて、今日本人として私たちは生まれてるっていうことを、たまたま私を歴史に体験させていただいたのでね、本当にその魂のレベルというか、人類のそういうレベルでは、人類皆兄弟というかね、真の意味のワンワールドということがね、証明されているんですね。でその気づきがもっともっと広くなれば、戦争とかしていられない。本当に私たちはみんないろんなところに生まれて、たまたま今日本人として生まれてきてる。ある時は中東に、ある時はヨーロッパに、ある時は中国にという、過去の現象でそういうものを体験してきたことも私は覚えて見せられておりますのでね、本当にそういうことがみんな分かってくれば、戦争なんかしていられない。私たちはみんな人類みんな兄弟というか、自然にいつの日かこの地球上にワンワールドを求めて、ね、地球人類という一つのそれを目指してこれからは、ね、世界各国の平和にそれを目指していけるような時代、そういうものの訪れをね、私たちは作っていく、すごく大切だと思いますね、この時期。一体まあ10回っていうのがあるじゃないですか。例えばまあ殺す中で奪う中でとかいろんなまあ騙す中でみたいなのの最初に全てが一体物だからっていうのがないと、なんで敵をやっつけちゃいけないんだ、なんで敵を殺しちゃいけないんだ、なんで敵を支配しちゃいけないんだってなるじゃないですか。だからそれがね一体物であるっていう気づきがね、一体物だからこそ殺しちゃいけないし騙すのもいけないし、一体物だっていう気づきが起きなきゃいけない時代だと自分は思ってるんです。だから一体物だからこそ鳥や大地や花やワンワンや動物たちやあらゆるものが一体物だって、あらゆるものが一つなんだ、一体なんだっていうふうに世界をまた自然界を見るっていうね。だからある意味自我というか私など実は存在しない一体の世界なんだっていうねことをね皆がね理解した上での文明づくりや社会づくりや国づくりがね大切なことだと思うんです。だから初めてのね試みを人類ができないと、やはりね殺したり支配したりうぬぼれたり過信したり、また人を殺めたり、またいろいろとねこの世界のようにねなってしまうと思うんです。その辺のことがこれからすごいスピードで目覚めないと人類がここに今究極の状況に来てますから、世界はねもう終わってしまうというか、でそういう支配したり殺したりやっつけたりいろんなことをした側の人もね、自らを愛せない、自らを罰する、それも怖いことで、その人たちも含めて世界が自らを罰するようになってはならないなと心配してます。
こういうコロナのね、今のこういう時期に時間的に随分こう余裕を与えられてるし、うちに閉じこもってる時が長かったこともあって、普段見れないようなね、テレビでの映画とか、その海底の中の生活とか、あるいはその山奥の中、森林の中の動物たちの様子とか、海底の魚とか、いろいろなそういうのをこう見せられている中でね、本当にこう一つ一つが生かされているっていうね、宗教関係なく、その神の存在っていうか、something great というか、その存在なくしては考えられないような世界をね、自然にこう見せられている中で、なんてこの地球上にこう生かされてるだけでも今すごいことなんだなというね、ことを感じさせていただいて、動物もアリの一匹にしても一生懸命生きてるんですよね。で、海の中でもいろんな魚、いろんな生き物が食べたり食べられたりしながら、山奥でも鳥とかいろんなものがね、すごく激しく生存競争しながら生きてる様をね、ずっと見せられて、すっごいことなんだなというふうに生かされてるっていうだけでも本当に素晴らしいことなんだなっていうのをこうしみじみとね感じさせられた数ヶ月でしたね、ここのところ。動物やいろんなものが食べ合ってるっていうふうな言い方もあるんですけど、実はその身を提供し合う一体の世界だから、みんなが人間も含めてみんな身を提供し合うような、助け合うような一体として一個だから、それぞれ部分とか自我とか分かたれてみるとなんか競争したり食べ合ってるように見えるんだけれども、実はみんなが一体物として機能しているという宇宙の断りというか仕組みがね、あると思うんです。だから人類はそれを自我で見たために分かたれて見えて、それで競争や喧嘩や戦っているように見えるんだけど、実は一体物として見ると互いに身を提供し合う美しい世界で、今までの世界中の宗教のいろんなものがありますが、一体物だというものをだからこそイザヤさんの考えも一体物だからこそ殺したり支配したり騙したりしないで民を愛しみ、みんなを他と見えるものを大切にし、そうやって生きるということをですね、これからやっぱり世界中のあらゆる人たちが気づいて取り入れて、その一体性というかね、それはニューエイジ的にはワンネスというんでしょうけど、そういうものを取り入れた。だから他を大切にする、他ではないから、そういう社会を、そういう文明を作んないと、必ず人は分かたれを信じている限り、自我を信じている限り、自我の釈迦が言ったみたいに無我一体、自我の終焉を心にしっかり抱きしめて、それであらゆるものを構築する時が来たと、つくづく思ってるんですが、それでいいでしょうか。今のユダヤ人はね、イスラエルにいるユダヤ人はイザヤさんのことをどんなふうに思ってらっしゃるのかしらね。やっぱりユダヤの人たちだ、キリスト教の方々もユダヤ教の方々もイスラム教の方々にとっても、イザヤさんは2680年前の価値観を日本に残してます。だからその後捕囚とかバビロン捕囚とか、あとアッシリア捕囚で傷ついた、辛かった、苦しかった、皮剥がれたとか
もう侵されたとか、いろんなそういう悲しみの前後関係があって、イザヤさんはそういう目に遭ってないので、だからそのまんま日本に来てますから、忘ることを、その原点ですね、トラの原点を持って日本に来られて、そのトラの原点っていうのが一体性で、その元は僕は色即是空、要はラムーの霊感の書だと感じてはいます。だから形もない色もない全て一体の未知なる神秘なる世界だというのをムーが言って、その後ムーに関してもいろんな嘘だなんだっていう話はありますけど、僕はムーがマントラなのでこれは本当のことだと思ってるんですね。だからそういう意味では先生が今おっしゃられたいろんな方たちがイザヤさんをどう思ってるかといったら、一番ニュートラルに思ってると思うんですよ。これはイエスさんとかになってくるとそれぞれ価値観がまた違ってくると思うんですが、イザヤさんというトラについてはイスラムの人もキリスト教の方々もユダヤ教の方たちも受け入れられるニュートラルな存在だと。でそのニュートラルな2680年ほどの頃のトラの価値観が日本にあるんですね。そういう伝承や口伝やまたそういう書物が日本にはあるんです。それが淡路神代にはあります。でそれが2680年前のトラの内容だと僕は思います。それは全てが忘ること一体なんだと。量子力学を今の時代にやっと意識で全部できてる、一体でできてる、意識で想念でできてるっていうのが今はやっと分かったのに、もっと前あんな昔の人がそれを分かってる。それは縄文の人たちも一体だって知ってる。そのもっと前のムーが知っている。で縄文っていうのは最近つけた名前ですから、あれムーの民ですね。でそれがそういう人たちが一体だって知ってる。要は量子力学的価値観を持って彼らは社会を構築してた。だから昔の科学はすごく進んでたと思うんです。だから我々は今それを科学によって全てのものが物質でできてない、意識でできているっていう科学的にもう分かっていて、そしてこの世が現実でないということも分かっていて、それを古代の人はもう分かっている人たちがいて、イザヤさんはそれを理解している。トラの時代2680年前はそうだった。しかしその後皆戦争によって苦しんで、戦いや競争の中で苦しんだ、辛かったというふうになっていて、その苦しくて辛いところから生まれた価値観が自らを苦しめるというふうになってるんで、その同胞を救わないといけないっていう価値観がですね、イザヤさんにはあったと思います。そういうのがいろいろと残っているので、だから今の現ユダヤの同胞ですね、そういう人たちが競争や喧嘩や戦いで自らを責め、自らを人を支配したり偉くなったりしないとやられてしまうという恐怖や、そういうものは癒されていくものだと思います。それが世界中を癒して、戦いを終えて、支配を終えて、そういうものが病んだ世界を作るのがイザヤさんの遺言だろうと思うし、そういう残してきた民の痛みを思いやって、それで彼らを癒したいと、死してなおいろんな人間を使って彼は救いたいと願っているんだと思います。でそれをきっと
感じる、分かってみんなくれて、世界の宗教の方たちも本当の一体性に戻って、皆が先生さっきおっしゃったみたいに共に兄弟、いやもっと親しく一体物として機能してくれる日が来たらいいなというふうに思います。今ねおっしゃられたようなその辺の価値観をね、現在のユダヤの人たちが求めてね、3組ぐらい日本に来て、みんな私とのなんていうの対話を求めて、ラビーである方も3人ぐらいまとまってきたりとかね、非常に天皇家のそのしきたりというか残されたいろいろなものに興味があるらしくて、たまたま私明治天皇の孫ということも知ってるせいか、非常に詳しく生活習慣とかそういうものを根掘り葉掘り聞きに来られました。ヒカルランドというね出版社の社長さん、石井さんなんかがやっぱりそのユダヤの人たちから求められて、いつも私のところに買ってきて対談という形になって、それぞれの本で残ってますけどね、非常に興味を持たれて、その天皇家のしきたりの中に今おっしゃられたようなものが残ってるんですね、いろいろと。とても興味深い。彼らは日本人以上にそういうものをなんか求めてねいらっしゃるのかなという体験もありましたけど。要はイザヤさんの帝王学っていうのは、帝王学勝つとか偉くなるとかすごくなるじゃなくて、要は浩宮さんなんかも見れば分かるように、要は無我、要は分離の終焉、和数、要は自我を拡大する、偉くなる、すごくなるじゃなくて、小さく負ける練習、恥かく練習、馬鹿にされる練習っていうか、そういうちっちゃく、自我をちっちゃくするという価値観が長男に施されていって、真の帝王学っていうのかな、要は万物学というのかな、そういう純粋なピュアな一体な、支配しない、うぬぼれない、過信しない、そういうことがイザヤさんの教育だと僕は思います。だから忘る、相手を思う、絶対人に勝とうとしない、偉くなろうと抜きに出ようとそうしないっていう価値観がね、民を思える、他の人を思いやる思い、自分の親はそういう何千年も続くその神代の寺の神社のあれだからなのかもしれないんですけど、人に勝ったら怒るし、人にうぬぼれたり過信したりしたらひっぱたかれるし、人に勝とうと徒競走で勝ったり、要は人を思いやらないことを叱るという人だったんですね。だからだから今こんなことやってんだと思うんですけど、要は僕の音楽をですね、今の天皇浩宮さんとかそういうのも好いてくれて、上皇が皇室アルバムの音楽、僕15年ぐらい音楽を使ってもらってましたんでね、多分好きなんだと思うんですね。そういうちっちゃく、自我がちっちゃくなることがね、お好きだと思うんです。やっぱりそれは今先生おっしゃられたみたいな教育がね、そのイザヤさんの教育がね、血とかそういうのはもういろんなことがあるから分かんないと思うんですけども、そのことよりも教育がね、教育っていうのかな、価値観が自我の終焉、要はノーマインド一体だから、でっかい一人の世界だと、神のでっかい世界だっていうのがね、本当のトラだと思うんです。でそれを保つことで、立派なねメシアとか預言者の人とかね、イザヤさんのような立派な人がたくさん生まれていくっていうね、
でこれが分離で喧嘩で競争だと、滅び、自らを嫌い、自らを罰し、というね価値観がね古代から日本にはあります。で伝承にもあるし、書面にもなってます。だからそういう価値観がイザヤさんが残した、それが多分天皇家の方も僕はそこはよく分かりませんけど伝わっているんだと思うんです。だから暴力によって勝った王ではないですから、暴力とか喧嘩とか戦いでなったんじゃなくて、イザヤさんがなったという、イザヤさんからスタートしたということは神官、預言者、神に仕える者がなったんだから、争いとか戦いをとことん好まない。武将の人たちもいましたから、十種族の人たちだっていたんで、それは簡単に暴力なしっていうふうにはなんなかったでしょうけど、イザヤさんはそういうふうに必死にそのことを伝え、当時のトラの価値観をですね伝えたし、だからそれが残ってるし、空海においても色即是空になってるし、で空海が中国に行った時に町というか都は景教の都だから、キリスト教っていうか、ある意味ユダヤ教というか、そういう価値観、それはある意味縄文の価値観だと僕は思いますが、色即是空の価値観、これは無の霊感の書の形もない色もない、この世は空であり現実でない、この世は想念でできているという今の量子力学とぴったり合ったことを何万年も前に言ってるんですね。やっぱりそういう凄さが日本にはあると思うんです。だからこの一体性で自我の突起、自我の要はよく日本では先端方式とか言うけど、協調性とか自分が突起するとか偉くなるとかすごくなるんじゃない科学性というか、それが世界に輸出できる、僕は唯一のことだと、勝手に思っていてすみません。そんな感じでございます。先生に分かってほしい。今のねお話を伺って、マスさんの先祖がやっぱり神社であったっていうことも含めてね、その日本の神社とユダヤの神社ってそっくりなんだそうですね。いろんな意味で。時計屋さんにも私会ったことあるんですけど、時計屋さんが日本に来ら神社を見たとき、なんかユダヤの神社に来たっていうね、そういう深い感動を覚えましたっていうことを言ってらっしゃる。今時計屋さんニューヨークにいらっしゃるわけだけど、本当にこういうところになんかつけたり、神社の服装からしてね、そっくりなんだそうですね。なんか垂らしてとか、だから古いユダヤの神社そのものがね、日本に移されている。もうおっしゃる通りですよ先生。だから逆に言うと2680年前のイザヤさんが来た時の本当のトラ、本当のユダヤの教えは日本に残ってるわけです。その後からね、痛い目にあったりひどい目にあったりすごい辛い思いした価値観になってるのが今の同胞たちの苦しみだと思うんですね。だから日本の方がね、本当の古代ユダヤのね、日本の方が古代ユダヤのね本当の姿なんですよね。2680年前のね。だからだけどそこに和する愛や本質や一体性が失ったんならね、その神社も含めてね、もうそれはもうダメなんですよ。だから価値があるのは一体性で愛で、もう全てが一つなんだ、一体なんだっていう価値観が失われたら、もうそれは宗教性を失ったということなんですね。だからこれは世界もどこも日本のそれも一体性がないで競争とか、俺は偉いんだすごいんだ、俺は
なんとかなんだってなったら、もうそこには宗教性がないということ、愛がないっていうこと、もう病んでしまったってことになると僕は思います。だから今取り戻さなきゃいけないのは、自己の拡大、自己のうぬぼれ過信を終えていく社会、みんながそっちへ一体に帰っていく社会を作らなかったら、みんなが競争して比較して戦いが終わらない今の世界のようになると、自分は悲しんでます。はい。もう何よりもね、残念なのはその戦後の教育の中でね、すっかり心とか魂の問題とかが抜け落ちてしまってきた中でね、そういう中で育ってきた人たちが親となって今こうその子供にもそういう本当のことが伝えられないままに来て、このような状態だから、やっぱりそういうものを取り戻す意味でもね、新たにこういう機会を通して、ね、改めてやっぱり私たちの人間の核というのは魂そのものじゃないですか。肉体は滅んでこの地に置いていっても、魂はね、あの世に行って時が来れば、地球上のどこかに生まれ落ちてきて、魂こそが人間の核になるんですよね。だからそういうこと全てをこう教えることもなく、学ぶ機会もほとんどないままに、ね、若い人たちに来てしまっているという、そういうことを体験してみて、なんかやっぱりその辺が抜け落ちているところに現在があるのかな。やっぱりそこを取り戻していったときにね、世界が本当に一つになってね、人類皆兄弟というね、でワンワールドを目指してね、いつの日かこの地球上にね、何人じゃなくて地球人としてのね、ワンワールド、本当にこう私たちの人類はみんな兄弟なんだっていう、これをやっぱりね、心ある人たちは求めて、今までも来たし、これからも気がついた人たちはね、それを求めて本当の意味での世界平和を目指していく、そんな時期に来てるのかなっていうね。今日はそういう意味でとても意味深いお話し合いができてよかったと思います。うちの父親がですね、父親が法務省で途中東京地検に出向したんですよ。でその時に取り調べとかにも参加してね、で死刑囚みたいな方いらっしゃるじゃないですか。でそういう方たちにもね、一体のことを伝えるとね、悟りを開くと、死刑の前にね、そういうことをよく言ってました、父親。だからあとね、暴走族のね男の子がね、勝たなくていいんだよっていうことを知ったらね、再生してね、すごいいい子に変わったっていうね、そういう要は犯罪心理学からも来るようなね、一体性を知るとね、愛を知るとね、人はね再生する、人はね幸せになる、自らを罰さなくなる、美しくなる、そういうことをね、僕は子供の時から気づいて生きてきたんで、そのことを社会が取り入れたらね、本当にね、今先生がおっしゃられたような世界がね、現実に作られると思うんです。今日はそんなことをベラベラ言ってすいませんでした。そういうことをね、先生にね、直接会わなくてもこんな形でね、話し合いで嘆願するという素晴らしいですよね。ありがたいことです。ありがとうございます。なんかお忙しいところ今日はすいませんでした。また先生お会いします。そうね、またお会いします。いいお腹が来てね、あれしたら、はい。じゃあ今日はどうもありがとうございました。それじゃあまた。はい、さよなら。今日は先生だから可愛い感じです。本当？はい。なんかちょっと中国っぽい感じ。そう。それじゃあまた。
はい。さよなら。なら。